おはようございます。4日目の朝です。昨日のまさかの地図島飛行キャンセルから一夜明け、本日は鹿児島市に飛行の予定です。この動画では4日目の鹿児島寄港先の様子などをご紹介したいと思います。なぜかパンが映ってますが、本日の朝食はレストランで和食をいただきたいと思います。和食はこのようなセットになっていますが、魚は鮭かサバを選択、小鉢類はそれぞれ追加することができます。ただこの和食の料理自体はビュッフェの方でもいただけるものと同じ内容になっています。船はすでに鹿児島湾に入っているようです。本日は天気もいいですし、風も昨日に比べたらほぼない状態です。今日は問題なく着岸できそうです。それでは、本日のスケジュールをここでご紹介したいと思います。鹿児島へは12時入港、18時、最終乗船、18時30分出港時間となっております。つまり12時すぐに下船したとしても6時間しか観光時間はありません。鹿児島市内へのシャトルバスはこのような形で用意されておりました。私たちの予定ですが、私たちは市内へは行かず、予約したカーシェアで車を借りて霧島神宮へ参拝します。一番近くのタイムズの駐車場からスタートして神宮を参拝して戻る少しタイトなスケジュールです。我が家は旅先でもカーシェアを利用することが多く、旅行途中や悪天工事などに重宝しています。アプリから予約してすぐに利用できるのでとても便利です。桜島がだいぶ近くに見えてきました。以前鹿児島を訪れた時には終始悪天候で桜島を全く見ることができませんでした。今日この雄大な姿を見れてとても感動しております。それではそろそろ下船の準備をしたいと思います。いよいよ下船開始となりました。早く降りることに集中しすぎて下船の様子を全く撮影していませんでした。エリッシマの場合、下船するにもかなりの時間がかかると思うので注意が必要です。私たちも無事にタクシーに乗車し、出発することができました。はい、それではですね、今、無事船の方がですね、鹿児島の港の方に着きました。それで、港近くの、カーシェアで、タイムズのカーシェアでレンタカー借りまして、これから霧島神宮の方に、向かっていきたいと思います。気温31度で暑いです。霧島神宮までは Google マップの予想で4時間半ぐらいでした。予定通り出発できたので時間は大丈夫かなと思います。はい、霧島神宮に来ました。テイク2。はい、霧島神宮に到着しました。これから、参拝の駐車場の方に行ってきます。なんでそんな声小さいの？はい、お辞儀。まもなくロータリーを右方向です。2番目の出口です。ロータリーです。ロータリーです。天狗館ってここにあるの？出口です。
こいらへんだって結構いっぱいあるんじゃないの？あれ？こっち？あっちには行けないんですか？わからん。まもなく左方向です。その先200メートルで目的地周辺です。左方向です。霧島神宮？まもなく目的地です。目的地は左側にあります。すんごい揺れてる。ごめんよ。駐車場です。よいしょ。到着ですよ。はい、霧島神宮に到着しました。暑い。ちなみにさっき何度だった？ 32度です。 32度。これなのに長袖着てるんだ。日焼け止め防止です。東京は秋らしくなってきたという話ですけど、鹿児島は暑いです。ってことは札幌もまだ暑いのかな今。切ります。立派な木だよ。なかなかの階段。一例でいいの？こうして
旅立ち災いなし騒ぎだ損する用心せよ吉だ。2つの願いを一度に叶えんとすれば悪しだってダメじゃん。あれもこれまで旅立ち触りなし。漫画チックな。神宮に行く途中に偶然見つけた酒蔵さんに寄ってみました。ここでは蔵見学のガイドツアーなどもあったのですが、時間がなくて残念ですが、お土産だけ買って帰りました。店内にはなかなか見かけない種類のお酒もたくさんあり、目移りしてしまいます。ということで、こちらの6本を買いました。正面が桜島です。やっぱでかいね。高いんだな、やっぱり。実はこの時すでに15時過ぎ、まだ昼食を食べていません。本当は神宮近くの有名なうなぎ屋さんを予定していたんですけれども、14時から休憩で入店できず、また他のお店も同様でした。先ほどの黒豚のお店も15時までの昼営業とのことで、見事に昼食難民となっております。さらに用事を済ますために霧島市内に向かいましたが、通りかかった飲食店いずれも休憩中。時間の迫る中、あちこち探し歩く余裕もありません。お腹が空いております。やっと営業しているお店を見つけました。諦めて高速道路へ向かおうとした時、この食欲をそそる赤い看板に出会いました。本日のお昼ご飯もう3時4時になろうとしてますけれど、やっとお昼にありつけました。こちらが、やみつきラーメンと、こちらが豚骨醤油ラーメンになります。今、セットのチャーハンと餃子です。ごちそうさまでした。
なんとか空腹も満たされたし、鹿児島市内に戻りたいと思います。時間も十分間に合いそうです。無事車も返却し、あとはタクシーで船に戻ります。料金は6時間パックで4290円でした。霧島神宮を、見てきまして、今船の方に戻ってきました。これがフェリーの前景になります。ショーを見終わった後、アトリウムが空いていたので、改めて豪華な階段を撮影しています。この階段はスワロフスキークリスタルでできており、全階段に使用された総数は約6万個だそうです。このアトリウムの階段だけで3億1200万かかっているそうです。4日目なんで4日目の雨夕食。はい、はい、乾杯。今日4日目の夕食です。今日はそっちで撮るか。本日の、私の前菜がフィッシュ&チップみたいなやつなんですけど、ちょっと運な感じです。最初レモ
ぶり大きいって言われて受け取りました。今夜はトロピカルナイトということで、プールサイドではパーティーが開かれていました。多くの人が踊っていますが、音量は絞っていきたいと思います。本日は無事に鹿児島にも寄港でき、霧島神宮を参拝することができました。せめてもう少し観光時間が長く欲しかったです。それでは今回の動画はこれで終わります。おやすみなさい。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいねをよろしくお願いいたします。